はい、それではメロン農家通信、今日は2月の14日です。先週は雪が降ってましたが、今日は南風であったかいです。っていうか午前中まではピカピカ晴れてたんですけど、こんな感じ。曇ってきたな。少し曇ってきた。そしてヤギ、ようちゃん、ヤクル。はい、それでは行きましょうか。先週はすげえ雪で、もうここからスタートからすごく寒かったんですけど、今日はあったかい。15度ぐらいあるのかな。南風が吹いてますね。あったかいよ。で、夜温もだいぶ上がってきたんで、今日は朝方 4度ぐらいだったかな。明日は明日の最低気温、朝の温度は7度ぐらいだそうです。そして1号と呼ばれる、このいつも最初に見る部屋、もうだいぶ出来上がってきました。大きさも大きくなって、ネットもだいぶ出てきて、持ってきてというか、はい、もう一盛りですね。あと10日ぐらい。なんかいいメロンだよ。もうちょっとネットが欲しかったか。大きさ的には大丈夫ですね。 1.5 ぐらいいくでしょう。こんな感じ。悪くないよ。うまいと思う。これはこの農家メロン通信始めて最初の時に蒸気消毒やってた部屋、この第1回の時に11月の半ばぐらいだったかな、蒸気消毒やってた部屋がもうそろそろ出来上がる。そしてここは第1回の時に植えてあった部屋、そこら辺で植えた部屋、これはもう収穫です。もうそろそろ玉伸びした。すげえ伸びたよ、ほら。おい、こんな感じ。大きさ的にはこれで 1.3 は 1.3 から 1.5。 はい、いいメロンになりました。これは 1.5 あるよ。でかいよ。もっとあるな多分。はい、ビシッとよくできた。まあよくできた。 1.5 以上ある。こっちちょっとここ水効いてんな。水効いてるところの方がいいな。まあいろいろと、ほらできてきた。来週のこのメロン通信の時にはちょっと味見してみるか、糖度測定してみるか。もうもげてるはずだから。先週、ここ1週間は先週の寒気、雪の寒いとこ、雪が行っちゃってから何日か寒かって、その次の日とかがすげえ寒かったんだよな。それでここは先週から今日までの間に、前回から雪の後に植えた部屋植えました。もう日々回転してます。いい感じで。これも大きくなってきたし、もう誘引しないといけない。そろそろ成長が早くなってきたから誘引しなければ倒れてしまう。これはどんどん成長が早くなってきたから忙しくなってきたな。間に合わないな。来週は1回東京の市場に、ちょっと僕千葉県温室組合連合会の会長なので、市場にちょっと行かなきゃいけないので、1日家を留守にします。そしてハウス作りも注文が入ってて、ハウスも作りに行かなければいけない。メロンも作らなければいけない。ちょっと大変だな。そしてこれクガニ、はい双葉が出て、で最初に出たこの
シークワーサーの先っぽがなんか焦げちゃったんで、焦げたみたいになってるんで、これわかるかな、ここが。なんか先っぽの双葉が広がってこないんだよな、こっちも。ほら。だから、こう、ちょっとミラクルルーツの日陰に移動させました。太陽が強すぎたのかもしれないという仮説に基づいて、まだ出てないのもあるけど、どんどん出てきてる。あ、これも出てきてる、シークワーサー。あ、これはちょっと広がってきて、なんかうまくいきそうな感じですね。あ、これもだ。ほら。出てきた、出てきた。で、こっちの双葉が広がってるやつはうまくいきそうな。あ、ここも出てる。クガに。奥田くん、いっぱい出たよ。奥田くんいっぱい出ました。奥田くんちの埼玉の実家にシークワーサー、クガニーのが植えてもらえれば面白いです。意外と出るもんだ。出るもん。よかった。はい、もうどんどん次から次へと出来上がっていきますね。今はハウスは一部屋だけか。来週までに一部屋植えるんで、そこを植えたらもう満タン。もいで収穫終わったらもう3日後にはまた植えるっていうペースになりますね、春は。そして次は F5 のところちょっと見ていこうか。実はね、もうここネットが来ております。順調にネットが来ております。ちょっと固め。やっぱり最低気温がすげえ下がった時にヤオンが下がったかな。まあでもネット的には悪くないんだよな。いいネットなんだ。そしてこっちが1000ミリア F5。F5 ですね。はい。これはね、詳細な動画を撮ってあるので、いずれ、こう、一連で出そうと思います。長い動画になるか、何個かに区切ってやるかって感じ。で、ここが4種類のマスクメロンやってある部屋なんですけど、あれが、コメントがこの1週間の間にこの4種類のメロンの動画2本出してあるので、それにコメントがくっついてるので、そのコメントを紹介しながら、返信しながらそこの部屋見ていこうと思います。で、これ、シャインマスカットも目がね、膨らんできた。わかるかな、これ、膨らんできた。もっとわかりやすいとこあるか。ほら、目が太ってきた、少しずつ。新芽が、ここが膨らんできたよ。またブドウが始まってきます。もうあれだ、三寒四温。春に向かって、もう暦の上では立春を過ぎてもう春なので、ここから三寒四温、寒いが3回、暖かいが4回ってなって、だんだんと春に向かっていくみたいな感じで、ちょっと気が楽になってきたというか、もう最高に寒い時期が過ぎてきて、でもまだ安心はできないんだよな。やっぱり忘れ霜とかそんな感じで3月になってもそういう陽気来たりするんで、まだしばらく気を抜かずに温度コントロールしっかりやっていこうと思います。さあ、F5 の方もだいぶできてきたし、ここも順調に、来週は多分後輩になりますよ。ほら、ここは列が多いから大変。こっち側とこっち側で今回は4日ずれてんのかな。定食4日ずらしてあって、こっちが後輩終わったらすぐ向こうの後輩が始めるみたいな。16列でね、6で900本ぐらい入ってるから、
一気に収穫とかが収穫も交配も一気にやるのは大変なんで、少しずらして半分ずつで栽培している。でいつも見ているここはね、もうだいぶネットもなって良くなってきたよ。ほら、いい色ですか。硬さも緩んできたから、ここから膨らめていこうと思ってちょっとずつ水を増やしております。春は良くなるぜ。収穫がこっちも終わったから、まあやることがいっぱい。そしてあれだね、コメント返しを始めよう。コメント返し始めます。コメントいきます。先週のメロン農園通信で、ちーくん長文おはようございます。長野のちーくんです。日曜日の朝仕事しながら視聴しています。土曜日は昼頃でも気温は0度で、今朝は少量ですが銀世界です。昼でも0度はつらいな。さすがに0度はなかったな。こっちは3度とか4度はあったけど、今回の動画でランってすげえと言っていましたが、ランじゃなくて森田さんの手入れがすげえと思ったのは私だけではないはず。いやっていうか、ほぼ手入れはしていない。メロンの夏の育苗の環境で水だけ濡らしすぎない、乾かしすぎないみたいな感じで維持してるみたいな感じ。そうすると勝手に花が咲くみたいな感じ。リンゴの挿し木の件ですが、順調に脇芽葉だけではなく枝が 4,5 本出てきているので、これを切って挿し木にすればいいのかなと。小さい植物を観察するのは楽しいですね。おお、それはそう。で挿し木すれば、それがちゃんとに根付けば結実するのが未生よりは早くなるはず。今年はさらにリンゴを2品種、梨を3品種、みかんとぶどうを1品種の種を播種してみようと考えています。家庭菜園をやり始めた頃は苗を買ってきて植えるだけでしたが、今は自分で種をまいて芽が出た時の感動にはまっております。いや、いい方が出る確率の方が多分低いと思うんだけど、いいのと悪いので言うと。でもワンチャンすっげえいいのも出たりするはずなので、絶対面白いと思う。実がなるまでぜひやってみてください。またメロンの水やりですが、土の表面が乾いたタイミングなのか、地中5センチぐらいまで乾いたタイミングなのかを教えていただきたいです。春が待ち遠しい信州ですが、まだ寒くて外での作業は手つかずなどで、森田さんの動画を見て妄想が膨らむ一方です。では今週の動画も楽しみにしております。よかった、楽しみにしてくれる人が一人でもいればこうやって撮ってる甲斐があります。で水やりなんですけど、その前にちょっとこれなんとか寒さのマックスは超えてバナナ、これまだ緑のところが残っているので、ワンチャン生きてるんじゃないかなって思うんだけど、なんか寂しい姿になってしまいました。これで持てば、もし持つんだったらいい。でも根っこの方は多分生きてるはずだからね、ワンチャンはまた芽が出てきてくれるはずなので、それをまた可愛がっていきます。でメロンの水やりのタイミングなんだけど、土の表面から乾いていったりするのが、通常なのかな。例えば温室の中だと表面は濡れてるのに中が乾くとかそういうタイミングとかもあるんで、あれだったらちょっと大きめの鉢とかでどうかわからない時はちょっと掘ってみるっていうのもありだし、あとは上のメロン自体がちょっとしおれたりというか、
葉っぱがこうなってきたりしたタイミングでかけてもいいし、こう葉っぱがこうなってきて、そういうタイミングはかけ時なので。であとは天気晴れてる時は乾きやすいし、光合成をする時に水を植物が吸うんで乾きやすいんで、そういう時は減らってきたらもうすぐある程度しっかりあげる。で天気が悪くてしおれてる場合は、そういう場合はちょっと難しくて、だいたい僕だったらやっぱり木の状態だな。木がしっかり強い木でいれば、少し上げる。で木がちょっとそんなに強くなさそうだなって思ったらちょっと待つかな。だからそこら辺の加減はちょっと難しいんですけど、春はね天気が助けてくれるから、基本メロン自体がヘラってしてきたらかける、しっかりかけるを繰り返せばうまくいくはずです。いくと思います。はい、それでは次へ。工作大岸の動画で4メートルだとしても3分で掘れるなんて神がかってますね。いやなんか動画の中で3分って言っちゃってるかもしんねえけど、30分かかるかな。30分まではかかんない場合があるけど、最速でも3分もうちょっとかかんだ。体感では3分なんですけど、多分10分ぐらいは経ってんだろうなとは思います。でもコメントはありがとうございます。中村よしさん7274の方、コメントありがとうございます。でさっきは井戸掘りの動画ので、先週のまた温室が雪が降って温室はあったかい先週のやつのコメント。本田さん、雪ですか？今年も楽しみ YouTube 動画見てます。ありがとうございます。コメントありがとうございます。名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。自分の巨峰の経験からすると、水が上がる1ヶ月ぐらい前だと切り口が塞がるのに間に合いませんでした。へえ、そうか。じゃあそれもミーティンさん、それも観察していきます。下手したらなんか南風、なんか高さがそろそろ来てるので、目覚めてきてる気がするんだよな、ブドウ。ここが固まりきらずに水が漏れてくるってことでしょ。そこもだからあれだよね、木工用ボンドとかで塞いだ方がいいっていう話だったんですけど、でもこれでも去年よりはちょっと早めに剪定した方です。なので去年も去年ちょっと水が滴ってる時があったな、確かに。でも病気にはならなかった。運が良かったってことかな。はい。で純一さん、いつも楽しく拝見させていただいております。森田社長の好きな果物品種は何ですか？私はメロンはコロタンとイバラキング、みかんでは紅マドンナとカンペイ、リンゴはサンフジ、スイカはサンバとコンジギラオ、梨は香水と香り梨が好きです。メロンとスイカは自分で育てますが、その他は取り寄せたりスーパーで購入します。僕ね、市場にそれこそさっきも言ってたんだけど、農家やる前には市場で1年半ぐらい東京製菓でいたので、いろんな品種、今も年に何回かはちょっとメロンの役とかやってるので行ったりしてあれしてるんですけど、メロンでいうとコルタンとイバラキングは自分で育ててるってことか。イバラキングって確か茨城の品種だから、そんなにどっかでは買えないと思うんだよな。純一さんは茨城の人かな。コロタンはね普通にネットとかどこでも買えるんだけど、メロンはね、何しろ僕は自分のメロンが一番好きですね。でいろんなメロンを作ってきて、やっぱり茨城キングみたいな露地系で言うと、やっぱり高見メロンはうまいな。なんつうの、
糖度も乗るし、果肉もちゃんとにこうトロンとするというか、ざらつかないくて優秀なメロン作りやすいし、で茨城キングも食べたことありますけど、美味しかったですよ。あとはだからその生産者の腕みたいなところがメロンは出てくるので、うまい生産者の人が例えば何のあれをやってもうまくできると思う、うまいんだと思うんだよな。メロン品種にこだわらずなので、みかんは紅マドンナとカンペ紅マドンナもカンペも両方ともうまいね。でやっぱり紅マドンナはね、亡くなったお母さんが好きだったな。でも今年市場に行って競り人とも話したりしたんだけど、今年のみかんはちょっと味ののりが全体的にいつもよりはいまいちだったみたいなことを言ってましたね。でも食べてみるとそんな感じもしたけど、やっぱり優秀な産地のみかんはうまいな。りんごはサンふじ、僕もサンふじが一番うまい。確かにサンふじが一番うまいです。僕も好きです。あとなんかもらったの名前忘れちゃったな。東京からいろんななんか珍しい優秀なのがあると競り人とか仲卸がいろいろ送ってきてくれたりするんですけど、最近なんか珍しい名前のというか新しい名前なんつうの、初耳の名前が増えてきて、なかなかあれなんつうのかな、覚えきれない。名前を覚えるの苦手なんですいません。でスイカはサンバと金色ラオ。サンバもうまいんだよね。サンバって確か 3X 種なしかな。サンバ 3X とかだったりするんです。なんとだっけな。なんとなはずか。なんとか両方とも金色ラオもなんとだね。なんと種苗はスイカ結構優秀なスイカ多いですからね。僕も黄色は金色ラオは面白いし、好きで、やっぱり種なしとかきっちりと15度から先を乗せるあれで作ろうと思うと金色ラオで、赤だとやっぱり祭り林はうまいし、それこそ真打ちひときわ超美味しいよ。超美味しいというか美味しかったんだけど、真打ちひときわってまだ出てないんだな。真打ちひときわ美味しかったですよ。シャリ身もあって種なしスイカなので、ちょっと育てる時はね交配がめんどくさいんですけど、梨は香水と香りなんだっけ、香水はもちろんうまい。一番早めに出てくる幸せはうまくて、僕豊かが好き。豊か豊水豊かの時期が一番梨食う気がするな。で今年はもう暑すぎて、なんか新高とかはもうすげえ作るのが難しくなってすぐ落ちちゃうみたいなことを言ってたな。梨屋の井戸掘り行った時にいろいろ梨のやつ聞いてきて、そうだ、純一さん梨屋の美味しい梨の見方の動画もあるので、そちらもよければ見ていただけると嬉しいです。去年の多分8月9月ぐらいの7月か8月ぐらいの動画かな。でメロンとスイカは自分で育ててます。その他は取り寄せたいスーパーで、お取り寄せね、よければうちのメロンもお取り寄せしてください。概要欄から買えるようになってます。で水圧で8メートルの井戸掘りの動画、いつも動画で勉強してみます。私も6から9メートルの浅井戸を検討しているのですが、初回施工で一番大変だった工程と井戸洗いの濁りが落ち着くまではどれくらい用水されたか目安を教えていただけますか。また井戸洗いの最初は泥水になると思いますが、エンジンポンプで、砂や泥が詰まることはありませんか。大変な時は阻まれた時、何かにというか砂利とか石とか、それ以外は大体サクサク掘れて、あとは水運び、そこで水が自由になるんであれば全然いいんですけど、水がないと結局この掘り方掘れないんで、僕らタンクに水持ってピストンで何回も仲間あれして
水がないところではそういうやり方するんですけど、水運びがちょっと大変なのかな。でもまあ500リッターあれば掘れるところっつうか、大抵ここいらのところだったら500リッターあれば56メーターは掘れちゃうかな。でね、井戸洗いの濁り、井戸洗いする時はね、うちのやつはここの概要欄にも貼っとくか、吸管の方にちゃんとにメッシュを巻いて、で差し込んで用水上げたりするので、最初のうちは確かに濁ってはいるんだけど、ポンプが詰まるほどの砂とかは出てこないから、普通のというか、僕らが使ってる2馬力じゃない、2インチのポンプだったら全然詰まったことないです。多分1回メッシュかましてあるから、田んぼでの水入れる時にポンプ仕掛けるとかっていう時より全然詰まることないです。大丈夫です。また何かあったらコメントください。それこそこれも中村よしさん、さっきの方ね。じゃあさっきの方あれじゃん。このそっか。じゃああれだね。吸管作るところの動画を見てほしいな。そんな感じなんで、ポンプは詰まらせないです。井戸洗いしてる間は。で井戸洗いするのはだいたいきっちり水が出るようになって、スローでエンジンスローにして、だいたい2日ぐらいは回しっぱなしにしてもらうかな。それでもう2日ぐらい上げっぱなしでちゃんとにずっと上がってれば、下で水道も多分できてると思うので、もう問題なく出るようになると思います。はい。で、日照りの畑に水圧で井戸掘りの動画にエルフンコさん 99X さん、なぜかこの穴の振り方は妻を思い出させます。なんとなく1回見て理解できます。ありがとうございます。なぜ妻を思い出すかはちょっと想像なかなか難しいんですが、いや面白いですよ。もし井戸があれであれば試してもらえればそんなに難しくない。でも道具さえあればってことになっちゃうんですけど、そんなではないです。はい、それであれね、4種類のアールスメロンのコメント、ここを見ながらやってみましょう。はい、来ました。暖房回っております。今4種類の、今日ね摘化して、来週中にこの摘化した動画もまた上げていこうと思うんですが、はい、ここでちーくんさん、いきます。じゃあメロン移しながら、はい、おはようございます。長野のちーくんです。先週末から今朝も氷点下6から7度の朝を迎え、ガラス1枚のみで、仕切られている水場の湯沸かし器が凍りました。泣き。先週末の土曜日は、最高気温が氷点下2度。最高気温氷点下2度はやべえな。さすが長野だな。そっか。ちーくん長野だからリンゴとかああいうやつがいいんだ。そうか。長野リンゴ有名だもんね。メディアの天気予報とのズレを感じます。同じ列に品種の違うものを植えているのに、同様の管理であらかた揃えてしまうのは技術は簡単します。引き続き視聴していますので続行を期待しています。やっぱり揃わないっすよ、そこまで。例えばこれベネチアヤゴが、ここの側枝がアンテナが短くなっちゃってるし、しかもアザミウマが出ちゃって、今ちょっとアザミウマと
戦い中で、ベルダは伸びて、即死はね、やっぱりどうしても個性は出てくる。で、みやびも伸びて、で、あれか、だからベネチアだけ多分水を増量するタイミングがベネチアだけちょっと多分違うというか、確かにベネチアはもう木の出来が最初からすごかったんで、何つうの、上に行かないで葉っぱが大きくなるっていう感じで育ってきたから、多分だからもうちょっと水を余計めというか、側枝を伸ばすタイミングで水をドンと入れてあげないと伸びないのかもしれない。もしくはその前からもう水を結構多めで側枝を育てていく管理をしなきゃいけないかもしれない。温度はそこまで、これ逆に高くすると、玉の色から見てもそんなに温度が足らないようには見えないんで、そんな感じです。そしてここの後輩の動画で、真冬での開花すごい管理がいいのですね。立派なメロンになりますように。ありがとうございます。ミネコやんばるさん。やっぱり雪とか降ってるんで、温度だけはなんとかやるように。うちはこれエアコンもあるし、エアコンの風であるし、最悪温度が下がってきたらここにお湯が回ってきて温湯で暖房もできるので、温度は二重で確保できるようにしてあります。で、また長野のちーくん、おはようございます。毎度質問ばかりで恐縮です。何株も植えた場合、受粉させるのはその株に咲いた花同士じゃないと不具合はありますか？隣の花の方が咲いてるからこっちの雄花を使おうかとかは良くないですか？いや、全然大丈夫。育種その種を使おうと思ったら、そう思うとしたら交雑して、そのお父さんとお母さんが交雑してより複雑なその先の種になると思うんだけど、その実を食べる実だけ使うっていうんだったら、もう F1 としてこのメロンのはそれ自体はそうなってるんで、他の花粉を使って受粉させても全然 OK。 むしろそっちの方がよくついたりするというか、だから隣の株咲いてるところの花を持ってきて花チュッチュってつけて、それでも全然 OK です。で、ワンチャン雄花がなくても筆でぐるぐるぐるってここ花咲いた時にかき混ぜてあげれば、雌花の先のおしべにも多少花粉がついてるんで受粉できます。かき混ぜてあげれば。はい、大丈夫。はい、その次、ラスト、としひろさん、いつも楽しく拝見しています。徒長についての質問ですが、11節目が1メートルを超えるぐらい徒長してしまいます。今年は窒素を少なくし、リンカリ専用の肥料を与えようと考えていますが、プロのアドバイスをお願いします。そうね。例えて言うと、これが4枚取ってあって、6、8、10、11、12、13。これ14節目についてて、これが4枚取ってあって、6、8、10、11、12、13。これも14節目についてるのか。でもここが1メートルになったってことでしょ、ここからここが。ちょっと徒長しすぎな気がするな。徒長の原因が何かわからないと、ちょっと難しい。例えば、葉っぱがすごく多くなって、すごく大きくなって、で、この主軸がすごく太くなって、それでビューって伸びるんだとすると、もうこれは完璧な栄養成長。もうボディを木だけをどんどん作るんだって植物が思って栄養成長に傾いて徒長する場合もあるし、あとは逆に葉っぱが小さくて細くて徒長する場合もある。これより細くて、で葉っぱが小さくて
先っぽだけシュル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 って伸びてっちゃう場合もあるんですけど、そっちの方が厄介だな。そっちの場合はうまく根っこが腫れてない可能性がある。そういう時は例えば地温が低く、その序盤の地温が低くて根っこがうまく腫れてなかったりするとそうなったりしますね。だからどっちかの可能性があるので、例えば最初の方の葉っぱが大きくて軸が太くなってドゥルドゥルドゥルって、例えて言うならメロンなのにかぼちゃみたいな木になってスル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 伸びていっちゃう場合もあるんだけど、そうすると今度逆に雌花がつかなくなって生殖成長になっていかないんで、そういう場合はね、序盤にしっかり活着した後に1回きっちり生産する。しっかりと、もう1週間でも10日でもそういう場合って結構植物がしっかりしてるから、水が切れても根っこが張っていってるので栄養成長とかしてる場合はなかなかしおれてこないはずなんで、ちょっときっちり水を切ってあげるっていうのと、あとは木が弱くて徒長して葉っぱが小さくて徒長してる場合はもうこれはね、こう下に下げてだから、例えばもう13節14節でつけたいって言ってもまだ木が未熟なので、そこでつけてもどっちにしろいいやつにならないんで、どんどん下げてって、例えば極端に言うと木がしっかりできる20節目まで待ったりとかする。で対応としてはやっぱり植えて何日かは根っこが活着するまではしっかり温度と水と温度、これだけは最低かけてあげる。あったかくして水をしっかりかけてあげると素直に活着していくですね。だからそれをやったらいいと思うんだけど、もしよかったらそういう場合は僕の動画の概要欄にうちの公式 LINE があるので、そっちの方に相談していただけると、写真とともに、そしたら何かアドバイスはできるかもしれません。としひろさん、またそうなった時にはちょっと声かけてみてください。もう4時過ぎてきたので、さすがに今日あったかいとはいえちょっとカーテンをもう閉めていきます。これで今週のコメントは以上ですね。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。そしてまた来週にはメロンが一部屋設けてるはずなので、それの味見をしていきたいと思います。でもまだね、暖房燃えてなくても25度ある。25度あるよ、まだ。もうでも閉める。ちょっと外が涼しくなってきて、明日の朝は7度とかっていう話なのでちょっと気が楽ですね。油ももうだいぶ、油とか暖房費も少しずつかからなくなっていくかな。はい、そんな感じで来週も1週間またメロン栽培やっていきたいと思います。そして動画はまた2本ぐらい、4種類のメロンとかまだまだちょっといろいろ出さなければっていうか、取ってある玉がいっぱいあるので、何かしらの動画を2本ぐらいは出していこうと思うので、また皆さん見てみてください。よかったらグッドボタンをください。以上です。